ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。横須賀線総武快速線系統で長年使用されてきた E217 系は2020年12月に登場した新型車両である塚レンジ君こと E235 系1000番台の導入進展で急速な置き換えが進められています。しかし E235 系1000番台の導入が進む中でもあまり廃車が進まなかった時期が実はありました。その時 E217 系の動きに対して噂されていた事柄がかつての203系や205系などと同様にインドネシアに譲渡されジャカルタ都市圏を中心に活用されるという話。ただその後 E217 系が輸出されたという形跡はなく、譲渡するために一時的に留置や運用されていた車両も現在は次第に重機が美味しくいただいているのが現状です。そんな E217 系の輸出計画どうなってしまったのでしょうか。今回の動画ではそんな E217 系のインドネシア譲渡計画について海外初の情報も含めながら解説考察をしていきます。なおこの情報は2024年2月時点でのものとなっており、現状では状況が変わっている可能性もございます。また政治的な思惑を考察する内容も含まれており、場合によって不快感を示される可能性があることをご了承ください。それでは本編へどうぞ。 E217 系の概要。 E217 系は横須賀線総武快速線で運用されていた国鉄から引き継いだ113系の置き換え用として1994年8月に登場した JR 東日本の直流近郊型電車です。その後1994年12月3日より営業運転を開始し、1999年11月までに11両編成の基本編成51本と4両編成の付属編成46本の計745両が製造されました。当初は大船電車区と幕張電車区に分散して配属されましたが、2006年3月のダイヤ改正で全て鎌倉総合車両センターへ集約されています。なお幕張電車区は導入後に幕張車両センターへと名称を変更しており、大船電車区も鎌倉総合車両センターと名称を変えた後、2006年4月に鎌倉車両センターと再度変わりました。そんな E217 系の一番の特徴として挙げられる事柄に、なんといっても近郊型電車にもかかわらず通勤車両と同様の4ドア、そしてロングシートの車内を採用したことにあります。これにより3ドアでボックスシートが中心だった113系に比べて年々激化する混雑を大幅に緩和することへ貢献しました。ただし基本編成の千葉寄り3両だけは引き続きボックスシートが設置されています。これは相鉄新7000系7755の編成8000系9000系のうち5号車と8号車の座席配置がベースとなっており、扉間は1つのボックス席を2人掛けロングシートで囲い、車端部はロングシートとされたロングシート割合高めの構成です。システム引き関係や車体構造についてはJR 東日本が初めて自社設計を行った209系をベースにしており、 GTO 素子 VVVF インバータ制御装置を採用。インバータ制御の採用と誘導電動機の組み合わせでパワフルな走行性能を実現できることから過負荷前提でモーター1個あたりの定格出力を 95kW としています。さらに電動車比率も比較的少なめである基本11両編成で4両15両編成蘇生時で6両という構成でもそれまでの電車と同等レベルの性能を確保しています。このコンセプトも209系から引き継がれたものですが、209系の機器構成では最高速度が110キロに制限されるため E217 系ではギア比を高速寄りに設定しています。それによって将来的な最高速度アップに対応しており、実際 E217 系統一後に120キロ運転を開始しています。また先頭車は1992年に発生した成田線大菅踏切事故の教訓を受け、衝突事故発生時の安全を確保するため衝撃吸収構造を初採用。この構造はその後に登場した E231 系1000番台や E233 系 E531 系 E235 系
E131 系などにも継承されています。そして E217 系はロングシート主体の通勤電車に近くなった車内や、通勤型と同じ片側4ドアという構造も相まって、その後登場する拡幅車体を持つ209系500番台などと同様、近郊型と通勤型を区別せず一般型として設計し、車内設備などによって差別化を図って製造、運用するという、現在にまで続く JR 東日本の車両の方針にも大きな影響を与えたと言っていい車両と言えるでしょう。E217 系は登場以来横須賀線、総武快速線を中心に、成田空港や鹿島神宮に立山や勝浦といった房総半島各地に至るまで広く運用されていたほか、2001年12月1日改正から2004年10月16日改正までは、横須賀線と新宿を結ぶ湘南新宿ラインの運用も存在していました。また初期に製造された15両3編成については、113系の置き換えなどを目的として編成の組み替えを実施し、2006年3月以降順次東海道線へ転用されていました。後に2007年に1編成、2010年に1編成が横須賀線、総武快速線系統へ再び戻っているのですが、2012年に湘南新宿ライン増発による運用数増加に対応するため、2007年に戻っていった1編成が再び東海道線へ転用され、2015年3月まで東海道線でも走っていたのです。また2007年12月から2012年7月にかけては、老朽化した各種電子機器類を新品に交換する機器更新工事も施工して、その時明るい曜日色に変更。20年以上にわたり、横須賀線、総武快速線を中心に走り続けていました。しかし老朽化が進行したことを受けて、2018年度に後継車両となるスカレンジ君こと E235 系1000番台の投入が決定。2020年6月より後継の E235 系1000番台が順次配属され、2020年12月より E235 系1000番台は順次営業運転を開始。これを受けて2021年に入ってから E217 系は順次廃車が進められるようになりました。ところで予定では2024年までに E235 系1000番台が導入され、E217 系は全車両が引退するということになっています。しかし2021年から2023年にかけての一時期、2回ほど廃車のペースが著しくスローになった時期がありました。そのためか2024年2月現在でも E217 系は 40% 近い車両が運用されています。2024年3月ダイヤ改正で E217 系の運用はかなり減るみたいですが、本当に同年度中に引退するのか疑いたくなる事態になっています。なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。インドネシアが中古の E217 系を輸入しようとしていた？ E217 系の廃車ペースがスローとなっていた理由についてですが、1回目と2回目とでは背景が大きく異なります。1回目の理由は今回扱う題材とは全く関係ない事柄であり、そもそも E235 系1000番台自体の導入ペースがスローになったこと。これは房総各線末端区間、相模線、宇都宮線、日光線などで運用するワンマン運転対応の E131 系導入を優先的に進めていたことに加えて、世界情勢の悪化に伴う半導体不足などが重なって、本来のペースで電車の生産ができなくなったことなどが大きく関係すると考えることができた事柄です。そして2回目の理由は今回紹介する事柄に関係することで、インドネシアへの輸出が考えられていたことです。ところでインドネシア、ジャカルタ首都圏において、近郊路線などを運営する鉄道公社として、PT クレタコミューターインドネシアという会社が存在します。そんな KCI は2022年9月13日、E217 系車両のストックに関する書簡を送りました。この書簡によると、KCI は2023年に120両、2024年に228両の合計348両の E217 系を購入。
11両編成のグリーン車2両と中間付随車1両を抜いて8両編成と4両編成をつないだ12両編成にしてジャカルタ首都圏で使う予定であったと言われています。ただしグリーン車を特別車として使用する案もあったようで、これらについてはあくまでも推測の域に出ません。この KCI は日本からの鉄道車両を多く輸入した実績があり、東急8000系列、東京メトロ東西線の5000系及びその譲渡車である東洋高速鉄道1000系と05系、そして東京メトロからはさらに千代田線6000系、有楽町線7000系を導入した実績があり、さらに都営地下鉄三田線の6000型も導入した実績があります。JR 東日本からはかつて武蔵野線の103系、常磐線各駅停車、千代田線直通用の203系を導入した実績があり、近年では205系を大量に導入した実績があります。特に205系については2010年代、E233 系の導入に伴い埼京線や横浜線、南武線から大量に引退し、それらの半数程度以上が KCI へ譲渡されています。さらに武蔵野線からも山手線 E235 系導入に伴って総武線へそれまで使われた E231 系500番台が転属し、玉突きで209系500番台や E231 系が武蔵野線へ転属したことにより、武蔵野線の運用から引退した205系が全て譲渡されています。205系は合計で800両近くも譲渡された経緯があるため、注目していた鉄道ファンは多いのではないでしょうか。その流れで以前から E217 系も KCI へ譲渡される噂があり、2022年以降にそれが浮き彫りになったのです。どうしてインドネシアは E217 系輸入を計画？ところで KCI はどうして205系から引き続き E217 系も譲渡してもらおうと考えていたのでしょうか。それは KCI が導入した既存車両を置き換える目的や増え続ける輸送需要に対応した輸送力増強が背景にあります。2010年代に導入された205系はまとまった数が導入されたため、メンテナンスをしながらしばらくは走るものと想定されます。しかし東京メトロの5000系、東洋高速鉄道1000系や東京メトロの6000系、7000系、そして東急8000系列、JR203 系などはすでに製造後40年近く経過している車両も多く、加えて東京メトロの6000系初期譲渡車、7000系、05系、それに JR203 系などについては日本でも絶滅危惧種となっているサイリスタ直波制御を採用することなどから、これらを中心として特に深刻な車両故障が多く、故障頻発で動けないというトラブルもたびたび発生していました。特に部品在庫も残り少ないサイリスタ直波制御車を中心に、メンテナンスの面などでも不安を抱えているのが現状なのです。またジャカルタは東南アジアでも屈指の大都会で、慢性的な渋滞でも悪名高い都市となっており、都市交通の強化が重要となっている都市です。KCI でもただでさえ混雑がひどい状況の中、先ほど述べた車両トラブルと合わせて便数を確保するために、12両編成から8両編成に減車が行われた結果、ピーク時には 180% という混雑を記録したことも、かつての東京を思わせるような激しい混雑状況になってしまったこともあります。インドネシアには国産の車両メーカーである PT インカも存在し、これから述べる国産電車のプロジェクトも存在します。しかしこれでは混雑解消の早期解決に間に合わないと想定されたため、つなぎの意味で中古車導入が選択肢に入ることになったのです。そしてその中古車導入計画の中で、E217 系の導入が検討されることとなりました。E217 系インドネシア譲渡計画がなくなった理由は？しかし E217 系のインドネシア譲渡計画は最終的に2023年に頓挫することとなりました。2023年6月22日、ルフット・パンジャイタン海事投資調整大臣は、日本からの中古通勤型車両導入を禁止し、新車3編成のみの輸入を許可すると発言。
2024年1月31日にはその新車3編成の導入元も日本ではなく中国中車グループに変更したことを発表しました。日本の鉄道業界にとってインドネシアは中古車の有力な輸出先として知られています。また保安装置として JR 式 ATSP の一部路線への導入や同国発の地下鉄への参画などお得意先という印象も強かっただけに、この発表は大きな衝撃となったのではないでしょうか。実際現地のメディアや国民の間では日本の中古車両輸入に賛同する動きも見られました。にもかかわらず、なぜこのような結論に至ったのでしょうか。実はインドネシア政府としてはあらゆる工業製品の国産化意向を示しています。インドネシアへの中古機械製品の輸出については20年以上経過したものは認められないことになったなど、この政策は日本を含む諸外国にも影響が出ていたのです。それはもちろん鉄道車両も例外ではなく、2021年の通商大臣規則の追加文書で明記されたことで中古車両の輸出がしにくくなることは既定路線ともいえる動きでした。よって車齢が全車すでに20年以上経過している E217 系は輸出ができなくなってしまいました。ただ電車の完成車両を他国企業のライセンスなしで作れる国は世界中どこを探してもあまり多くはありません。アジアでは日立製作所、川崎車両、近畿車両、日本車両製造、そして JR 東日本傘下の総合車両製作所などを持つ日本勢以外にヒョンデロテムやタウォンシス、ウジンサンジョンなどといった韓国勢、中国中車グループなどの中国勢程度にとどまるのが現実。それも韓国勢についてはタウォンシス製の電車についてソウル近郊で運用されている地下鉄電車などにおいて技術不足による品質の悪さが指摘される状態が現実です。インドネシア政府としては PT インカに技術力をつけさせ、先ほど述べた日中間の各メーカー同等レベルの車両を独自で設計できるようにして賄いたいという考えはあるものの、増え続ける鉄道需要の増大と老朽車両を機会に必要な量はとても今の PT インカだけで確保できないと考えられます。そのつなぎとなる車両が欲しいために2024年時点では将来の可能性も踏まえて中国中車からの新車導入を決めた。そんな可能性が高いと言えるかもしれません。ところでインドネシアの鉄道というと、高速鉄道の方式を日本のものから中国のものに変えたことで、しばしば日本側からは中国の圧力に上が屈してしまったと嘆く人がいます。しかし E217 系の決定については中国というよりは、政府で同時に進める工業製品の国産化方針が影響したと言えます。ただ PT インカ製の国産新車には J トレックの技術がつぎ込まれ、東洋電機製造の電装品一式も採用されるなど、必ずしもインドネシアと日本の鉄道業界との縁は切れたわけではありません。むしろこの新車はもともと J トレックの技術ではなく、スイス、シュタッドラーの技術を元にする予定でした。しかし現場判断でそれに反対して日本式にしたという経緯もあり、日本側にも得るものはあったと言えるでしょう。ウプ主としてもインドネシア政府の電車に対する国産化意向はある程度理解ができるものと判断しています。というのもどの国の鉄道も経済が発展し、大量輸送の安定性を問われるようになったら、現地の気候や利用ニーズに合致し、かつ部品を安定的に供給できる国産の車両の方が長期間使用できる分有利だと言えるからです。実際日本の鉄道も海外製の鉄道車両や海外メーカーの部品を利用した車両について運営を行う鉄道事業者などが取り扱いに苦しみ、短期間での運用にとどまってしまった事例もいくつか存在します。例えば山陰本線などの阿寒線の無縁化のため1966年より導入が進められた DD54 型ディーゼル機関車は西ドイツマイバッハからライセンスを得て三菱重工などが製作したエンジンや変速機について相次ぐトラブルに国鉄やメーカーが対応できず、最長でも10年ほどしか走れずに引退を余儀なくされ、国会でも問題視された経緯があります。また廃車とはなっていないものの、
京急の2100型や新1000型アルミ車に搭載されたドイツシーメンス製主要機器もそれに当てはまると言えます。特に2100型8両10編成と新1000型の初期車両にあたる8両5編成と4両4編成については、かつて音階が特徴ともいえるサウンドを奏でていました。これらは歌う電車やドレミファインバータなどとも呼ばれ、京急名物の一つとして鉄道ファンを中心によく知られていました。しかしシーメンス製の走行機器については、他の車両に搭載された日本製の機器と仕様が異なる部分が多いのが現実。特に保守面など現場での取り扱いで不利にあることが京急車内で次第に問題となりました。なのでシーメンス製の主要機器を搭載した2100型については2008年から2015年にかけて全て日本の東洋電機製造製のものへ交換。新1000型アルミの初期車両についても東芝、三菱電機、東洋電機製造が製造する国産品へ交換され、2021年7月の1033編成久里浜工場入場を最後に独特の音階を放つドレミファインバータは消滅しています。その他の新1000型アルミ車に搭載された世代の新しいシーメンス製機器も2019年4月から2023年3月にかけて東洋電機製造が製造する国産品へ交換されています。鉄道ファンによく知られたこの2つの事例だけを見ても、海外から鉄道車両や部品を輸入して使うというのがいかに難しいものであるかがわかるでしょう。インドネシアも日本と同じ轍を踏まないでほしいことを考えたら、政府の国産開港も賛成できると考えています。逆に日本側も自分たちの部品を使ったインドネシア製の車両が DD54 や京急の事例と同様の事態に陥らないようしっかりサポートをする必要があると言えるでしょう。さらにどの国だって鉄道車両の国産化というものは一種の技術到達目標点であると言えるものだと考えられます。そういう意味でもインドネシアにおける鉄道車両国産化もある意味当然の流れというべきものではないのでしょうか。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって E217 系のインドネシア譲渡計画がどうして消えてしまったのかについて、鉄道車両を含めた工業製品の国産化政策を進めるインドネシア政府の政策の変更により日本から中古車両の輸出が不可能になった点が大きく関係すること、2022年9月に E217 系をインドネシアへ輸出する計画が浮上し、ジャカルタ首都圏で通勤電車などを走らせている KCI へ348両譲渡する計画があったこと。 KCI は部品供給が足りなくなった中古車両の置き換え目的や増え続ける輸送需要へ対応するという目的から E217 系導入に対して積極姿勢を見せていたこと、それに関連して E217 系廃車のペースがスローペースになっていた時期があったこと、その代替車両は最終的に日本メーカーの部品を利用するインドネシアの PT インカ製の国産新車と中国からの輸出車両で賄うことになったと推察できること。インドネシアへの鉄道輸出断念というと中国からの圧力と考える人も多いかもしれないが、本件においてはむしろインドネシア政府が鉄道車両を含めた工業製品の国産化を進めていることの方が大きな影響があると考えられること。日本における過去の事例なども踏まえて国産化政策については将来の経済発展も含めて当たり前の施策であると考えられることなどについて知ることができたのではないでしょうか。なおインドネシア譲渡計画が立ち消えになった E217 系は2023年中頃より再び廃車が加速するようになり、残存率はすでに半分を切り4割以下となっています。さらに現在 E217 系、E235 系共通運用、E217 系専用運用、E235 系専用運用の3つで分かれている運用も2024年3月ダイヤ改正によって E217 系専用運用がなくなり E217 系E235 系共通運用と E235 系専用運用のみになるという見方が強くなっているのが現実です。
予定通り2024年中に引退するかは不透明ですが、記録は早めに実施するべき車両と言えるでしょう。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。